ホンダ CRF250 ラリーの標準モデルで峠道を走って、その基本的な乗り味を味わってみました。これから高速道路に乗って少し移動して、CRF250L と同じ林道を走って、このストロークが短くなったサスペンションや車体などがどのように違うのかを確認してみたいと思います。高速道路に乗りました。それではまずこの時間を利用してこのモデルのライディングポジションについてコメントしていきたいと思います。まずハンドルバーの高さ、グリップの高さに関して言うと、私は身長179センチあるので、私の体格からするとこのハンドルバーはもう少し高くてもいいような気がしますが、おそらく標準的な体型の方であればこのハンドルバーの高さ、グリップの高さでも適合するのではないかと思います。サスペンションのストロークが短くなっている、どちらかというと私としてはオンロード傾向が強まったと感じているのですが、そういうモデルとしてはこのハンドルバーの幅でもいいのかなと思えてきます。あとライダーの足元ですが、今私はステップから真上に足を交互に上げているのですが、5、6センチ、7、8センチでしょうか。それぐらいは楽々とステップから足を持ち上げることができるので、膝周りもゆったりしていると思います。足元がルーズだなという感じもせず、適度なタイト感もあって、このライディングポジションはなかなか良いのではないかと思います。私がこのように自然に着座して両方のグリップを握ると、背骨の角度でいうと 1、2度前傾といった感じでしょうか。ですのでライダーの上半身はほぼ直立状態に近く、ロングツーリングにもマッチするライディングポジションだと思います。確かシートは CRF250L と比較すると若干幅が広くなっていたんじゃないかと思いますが、今日一日ライディングしていましたが、お尻が痛くなったりするようなことはありませんでした。 CRF250L で走った同じ林道を走ってみたいと思います。はい、それでは行きたいと思います。一部荒れてるんですよね、この林道ね。ただこの荒れてる場所でもサスペンションのストロークが短くなっているデメリットはあまり感じないです。これぐらい荒れてるところでもそれなりにサスペンションはストロークしてくれていますし、ロードホールディングもそんなに落ちていないかなという感じ。これは意外でしたね。むしろサスペンションのストロークが短い分、無用なふわふわするようなところもなく、意外と走りやすいなという感じです。今ちょっと大きい石を拾ったんですが、ああいう時はやはりね、サスペンションのストロークが長い方がいいかなとは思いますけれども、私がイメージしていたよりはずっといけるという感じ。実はこういう場所を走るとさすがにサスペンションのストロークが短いのでというコメントを用意してたんですが、ちょっとそのコメントの出る幕もなさそうな感じです。それぐらい想像していたよりは走りやすいですね。今もちょっとフロント取られたんですけど、
大丈夫でした。今もわだちをあえて乗り越えてみましたけど、不都合ないです。これは意外。それとあと車高がぐっと低くなっているので CRF250L で走った時よりも重心がやはり少し低いなという感じもしていて、それもこの走りやすさにつながっているんじゃないかと思います。もう荒れたエリアを抜けつつありますが、私はあそこを走っている時は結構足をつく用意をしたりもするんですが、その必要性も感じませんでした。走りやすいですね。林道といえども一般道なので他の交通がないとも限らないですので気をつける必要はありますが、こういったところをもうちょっとペースを上げて走りたい人だと、やはりサスペンションのストロークがもう少しというところはあるかもしれませんが、私のように林道ツーリングするぐらいであればこの前後のサスペンションでも十分といった感じでした。これは本当に意外です。はい、今スタンディングしていますが、スタンディングはやはり前回の CRF250 でコメントした通り、私の体格だとちょっとハンドルバーが低すぎるかなといった印象です。あえて今フロントブレーキを使っているんですが、この辺りの印象は CRF250L と大きく変わるところはありません。ただ車重が少し増しているんで、引きは CRF250 よりもやや穏やかかなといった感じ。あとこのモデルはフルカウルやウィンドスクリーンなど装備品が車体の前方に増えているんで、この辺りの乗った感じというのはどちらかというと先代に少し近いかなと。先代はフロント周りが重い重いと、エキスパートライダーからは言われていましたけども、乗った感じちょっとそれに近いのかなという感じもします。 CRF250L の時もコメントしましたが、フロントにそれなりにしっとりと荷重が乗っているので、私はこのフロント周りのちょっとした重たさというか荷重のかかり具合というのは嫌いではありません。それよりも前後の足回りは本当に意外でした。今のところも結構平坦なところと微妙なわちが混じっているようなエリアだったんですが、ああいうところだとやはりサスペンションのストロークもう少し欲しいかなという感じもしますが、速度を抑えめでいけば全く問題ないといった感じです。リアブレーキはコントロールしやすくて使いやすいです。先ほどよりも若干速度を上げてますが、前後のサスペンションの全長が短くなっていることによる、重心の低さ、それもこの安定感に寄与しているのではないかと思います。ですので、その足つきの良さだけではなく車体の安定性という面でもこのモデルを選ぶメリットというのはあるかもしれないです。あと特にこのラリーに関してはそのタンク周りの重たさ、その影響もそれなりに少ないのではないかと思われ、これも2歩走路の走りやすさに関係しているような気がします。写真で見ると標準モデルとエストではサスペンションのストロークが見た目にも分かるぐらいなんですが、ここまで走った限りその影響はそれほどでもないと言わざるを得ないですね。あの林道は映像でどう映ってるか分かりませんが、特に走り始めの難所が難しいんですよね。サスペンションのストロークが相当短く詰められているので、もっと苦労するのではないかと思っていたんですが、実際に走ってみるとその心配は杞憂に終わったようです。
高速道路を走っているので走行風が周りに流れているわけですが、やはり右足が熱くなってきました。おそらくあと30分も巡行していると、ステップに乗せた右足はステップの先端まで移動したくなるぐらい熱くなってくるのではないかと思います。今私は6速トップギアで巡行していて、速度は先ほどと同じぐらい、だいたい90キロ弱ぐらいですが、ここからフルスロットルまで開けてみたいと思います。100キロぐらいまではスルスルと加速する余力が残されていたので、このモデルは排気量は 250cc クラスということではありますが、高速道路の巡行も決して不得意ではないと私は思います。では少しギアを落としてエンジン回してみたいと思います。はい、今一挙に4速まで落としました。CRF250L と比べると装備重量が12キロぐらい増えているので、わずかではありますが CRF250L の方が身軽だったかなという感じがします。ただこのモデルでもこれぐらい加速力、巡航性能があればそれは大きな問題にはならないと思います。はい、また6速トップギアまで戻してきました。それでは交通がばらけているようなので車線変更してみます。サスペンションの全長も短くなっているし、あとそのストロークが詰められている関係で無用なふわふわ感がないので、このように車線変更するときのフィーリングも意外とシャープに決まるといった印象です。こういったオフロード車的なパッケージのバイクが欲しいというだけで林道やダートは走らないよという方の場合は、現在のその標準モデルを選んだ方がこういう点ではもしかしたらメリットが多いかもしれません。今4速までシフトダウンして後輪にパワーを加えながら車線変更してみたのですが、ちょっとした路面のうねりなどを拾うと、タイヤも影響しているとは思いますが、若干フレームがしなるような印象があります。ただそういったフィーリングも高速道路を走行していて不安になるというようなほどでもなく、オーナーとなって走り慣れればそれほど気にならなくなるのではないかと思います。直進安定性に関してはこの手のモデル、こういうタイヤを履いているモデルとしては私はなかなか優秀ではないかと思います。撮影機材の関係でおそらく重量としては 7,8 キロあるのではないかと思いますが、中型のシートバッグをリアに装着して走っているのですが、このように荷物を積んで高速道路を巡行し始めると、特にリアタイヤのブロックがぐにゅぐにゅとたわむような、左右にスライドするような感触が出るものなんですが、もちろんこのモデルも全くないわけではありませんが、そういった程度も軽微で、このように制限速度ぐらいで走っている分にはそういった傾向も全く気にならないと言えます。前方のカメラが捉えているこのウィンドスクリーン、上下方向はちょうどヘルメットのチンガードのあたりぐらいまで走行風を跳ね上げてくれています。で、今日私はメッシュジャケットを着ているのでよくわかるのですが、横方向に関しては肩にかなりダイレクトに走行風が当たっているという感じなので、個人的にはこういったキャラクターのモデルであればもうちょっと横方向のウィンドプロテクションが高くてもいいかなと思います。あと手元に関してはこのウィンドスクリーンの根元が横に少しこのように張り出しているのと、あとこのモデルでは標準装備のこのナックルガードがあるので手元にはあまり風は当たりません。この点は優秀だと思います。これは装備品と言えるかどうか分かりませんが、このモデルの燃料タンク
確か CRF250L に対してこのモデルでは12リットルまで容量が拡大されていたかと思います。今日の走行距離はもう200キロを軽く超えて230キロに到達しようかという感じではありますけれども、航続距離はおそらく計算上300キロを軽く超えて350、60キロ、もうちょっと伸びるかもしれませんね。それぐらいまで到達するはずなので、この点においても優秀だと思います。あとこのモデルの装備品としては最も目を引くラリーモデルレプリカらしいカウルがあるわけですけれども、今日も足元くるぶしからかかとにかけて熱い熱いとは言いましたけれども、 CRF250L の場合は太ももの裏側まで熱く感じていたので、このカウルによってですね、その点は十分に緩和されていたと私も実感していて、夏場のツーリングなどを考えた場合はこのフルカウルは相当有効なのではないかと思います。もうそろそろ試乗も終わりなのでまとめに入りたいと思いますが、まずこのモデルの良いところは、私は何といってもこのスタイルだと思います。最近ではバイクに関してレプリカという言葉をあまり使わなくなりましたが、 CRF450 ラリーのレプリカモデルとしては、かなりよくできているなと感じています。もちろん細部を見ていけば大なり小なりデザインが違う部分、質感が違う部分はあるのですが、それを差し引いたとしても、今オフロード車でこれだけ見栄えのするカウルを装備しているモデルはなかなかなく、もちろん雰囲気だけではありますけれども、かなり楽しめる、よくできたモデルではないかと思います。あと先ほどコメントした通り、このモデルは燃料タンクが大きくなっていて、あと燃料タンクの給油口もこのモデルではエアプレーンタイプになっていましたね。CRF250L の場合はキャップが分離式となっていたので、給油時微妙にこのキャップの置き場に困るというところがありましたが、このモデルではそういった不便はなさそうです。航続距離もかなり伸びるはずですし、ロングツーリングのお供としてもなかなか優秀なのではないかと思います。一方このモデルのちょっと気になったところですが、だんだん私の右足、特にかかとのあたりですね、熱くなってきました。くるぶし、かかとあたりでマシンをホールドするのは長時間はちょっと厳しいかなという温度になってきているので、この点はですね、ちょっとというか個人的には大いに気になるポイントだなと思います。このモデルが登場してちょっと時間が経過したので、オーナーになられている方も相当数いるんだと思いますが、そういったオーナーの皆さんはこの足元、特に右足の熱さに関してはどのように対策されているのか、いいアイデアがあればコメント欄でお知らせいただければと思います。あともう一つ、燃料タンクの容量12リットルまで拡大されて相当航続距離は伸びたはずなのですが、このフルカウルをまとったこのモデルの雰囲気を考えると、私はもうちょっと燃料タンク大きくても不都合はないのではないかなと思います。このカウルの特に前側の内張りがないのでちょっとそっけない雰囲気はあるんですけれども、バイクから 2,3 歩離れて引きで見たときはこのモデルというのは本当にかっこいいなと思います。雰囲気を楽しむだけではなく、実際にオフロードを走ってもとても楽しくよくできたモデルだなと感じました。ということで今日はホンダ CRF250 ラリーの標準モデル、スタンダードモデルに試乗しました。それでは今回試乗したホンダ CRF250 ラリースタンダードモデルの外観スペック、装備などをざっと確認していきましょう。今回試乗した個体は S タイプに比べて前後のサスペンションを短くして大幅に足つき性を向上させたスタンダードモデルとなっています。全長は 2200mm、全幅は 920mm、全高は 1355mm、ホイールベースは 1435mm、最低地上高は 220mm、シート高は 830mm、車両重量は 153kg、タイヤサイズはフロントが 8010021インチ、リアが 1208018インチとなっています。メインフレームはセミダブルクレードルフレームを採用。そのフレームとエンジンの半分ほどを覆い隠すように配置された美しいフェアリングがこのモデル最大の特徴となっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 単気筒で、
ボアストロークは 76mm×55mm、総排気量は 249cc、圧縮比は 10.7 で、最高出力は24馬力9000回転、最大トルクは 23Nm、6500回転となっています。フロントは倒立タイプのテレスコピックフロントフォークで、足つき性を向上させるため、そのストロークは大幅に短くなっています。リアサスペンションはプロリンク式で、比較的シンプルなショックアブソーバーとアルミ製ロングスイングアームの組み合わせ、こちらのストロークも大幅に短くなっています。フロントブレーキはウェーブ形状のローターと日清製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキ、リアも同じくウェーブ形状のローターと日清製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。また前後 ABS は標準装備です。ライダーズシートからの眺めはご覧の通りとなっています。メーターパネルは CRF250L と同じフル液晶タイプを採用。こちらもメーターパネル右横のスイッチ操作により、ダート走行時にはリアのみ ABS を解除することができるようになっています。ロングツーリングを想定したウィンドスクリーンは標準装備。その内側にはアクセサリーをクランプするためのバーを装備しています。その直径はハンドルバーと同じで、ハンドル周りのアクセサリーがそのまま使えるようになっています。ライト下のグリルはダミーですが、このようにライダーの気分を盛り上げる衣装がそこかしこに散りばめられているというのがこのモデルの大きな特徴となっています。左右のスイッチボックスやグリップラバーのデザインなどは CRF250L と共通ですが、このモデルではグリップエンドに小型のウェイトが装着されています。また左右のレバーやナックルガードのデザインは CRF250L と共通です。このモデルではロングツーリング時の快適性を考慮してステップにはラバーが装着されています。またこのラバーはライダーの好みや走行条件に応じて取り外すことも可能です。車体後部右側には鍵付きの小物入れとヘルメットホルダーを装備しています。CRF250L に対して大幅に増量された燃料タンクの容量は12リットル、給油口もエアプレーンタイプを採用しています。シート形状はご覧の通りオフロード車らしいものですが、 CRF250L と比較すると幅が20ミリほど広くなっています。またライダーの疲労を軽減するためラバーマウントになっています。ダカールラリーなどで活躍する CRF450 ラリーの姿を彷彿とさせる美しいフェアリングがこのモデル最大の特徴と言えるでしょう。そのデザインもさることながら CRF250L で悩まされたエンジン右側の厚さを軽減するという意味でもこのフェアリングは大きな効果がありました。特徴的な左右非対称のヘッドライトやウインカーは LED、テール、ブレーキランプのみがバルブタイプとなっています。